本日ははい全国3500万人のおじさんを救えお悩み大解決スペシャル。どうしたんすかエリさん。なんかスタッフなんか味方に引きずれてなんかあれしてません今日はい答え出しましょおう。おじさんハーフパンツ論争。お行きましょう。だいぶ大きく打って出てる感じはありますけど、すいません。答え出しましょうっていうのはまあでもちょっと思うところもいろいろあったりもするんで、まあ、やるだけやってみましょう。早速石川さんね、いやちょっと待って。一個忘れてることない？はいはい一個これはやらせてください。はいいいですか？お願いします。はい、いきます。皆さんこんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。はい。これ初めてのエリーさん進行で、はいはい行ってみましょう。気合入ってます。うん。ちょっと前の話になるんですけど、結構世間を騒がせた、はい東京都のはいハーフパンツん推奨に賛否っていうニュースありましたね。ありました小よね。池都知事が言ったやつでしょ。あ、そう、あれご覧になりました？軽くあで、あとその後ネットでちょこちょこっとそういうのが出てきているのは見ました。いや悔しくって悔しい？悔しかった。なんで悔しかったんですか？やっぱりどう考えても、これおじさんの負けが濃厚じゃないかと。実はなんか言い返したりしてるけど、ちょっとこれ勝ち筋が見えないなとAD さん負け気分になってたもんその時。なってたし、なんか正直最近こうマーカーウェアのショートパンツ買ってたんですよ。でこれ今年履こうと思ってたんですけど、いや俺もうこれ履かずに捨てなきゃいけないの。ダメ捨てるはやめましょう。捨てるやめましょう。二次流通に回してなんか長いパンツ買うとかなんかそういう方向にちょっと俺それ二重課金じゃないですか。うちとしてはガッポガポという感じで。これ石川さんに聞いておじさんに対して希望を見出したり、なんかちょっとこの流れ変えらんないか石川さんの見解聞いてみたいなと思って。どういうふうに流れを変えるか。僕のこの言論にそれほどの力がありますか？言葉に、ね、いやでも、タイトルでも言いましたけど、全国、調べたら、おじさんって3550万人いるんです。マジですか？日本それ僕も入ってるんですよ。僕も入ってる。おじいさんには入ってないですよね。おじさんに入ってる。3550万人のこれ、悩みをもし仮に答えられたらですよ、この動画の視聴回数そんぐらいいくんじゃないっていう。それで行く3500マジですか？そのポテンシャルはあるんじゃない？3550万回再生？それもう頑張りましょう今日。気合い入れてやりましょう。本当ですか？気合い入れてやりますよ。そんな3550万回回してくれるでしょエリーさんが。僕は回してくれる。おじさんたちがそれ回してくれるんじゃないですか？マジですか？じゃあやりましょう。頑張って。そういう動画に今回してみたいな。だいぶ気合い入りました今ので。なんかそういうのでいくと僕はあんまりその後の深い話を追いかけてないんで、この論争に関して、そこは分かってないんですけど、なんかどっちかというとセクシャリズムみたいな方向っていうか、なんかルッキズムみたいな、なんていう表現したらいいな、そっち方向に行ってませんっていうところで、大きく2つ論点あるかなと思ってるんですよ。一つはオフィスカジュアルとしてハーフパンツってありなし。そもそもね。もう一個はおじさんの素足見たくないよっていう話かなと。ファッションの観点だっていうところでいくと語っていけるところあるのかなっていう話になっていくのかなっていう感じがして、なんかどっちかというと服装論争っていうよりも社会学的な話になっちゃってんじゃないのっていうのと、おじさんって差別してもいいよねみたいな話にそこはあなたたち社会的強者でしょみたいな感じの。そんなことないですよねおじさんってね。そんなことない、全然。もう社会的弱者だっていうところを分かっていただきたい気持ちは重々あるんですけれど、そこはちょっと置き気味にして、このファッションの観点からこのショーツ問題をどうするか、ショートパンツ論争、おじさんショートパンツ論争をどう整理していくかっていうところを考えていきたいなというふうには思いますけどね。
まずオフィスでのショートパンツを履いていいかどうかみたいなところなんですけれども、これねもう会社の規定それぞれでそんなの僕も分かんない。ここの会社は OK だけどここの会社ダメみたいな話いっぱいあるじゃないですか。そこ先陣切って東京とかそれ進めていっていい。あれでも小池さんもともと結構緩い感じで話してるんですよね。規定としてそうしますとかではなくて、いいんじゃないみたいな感じで言ってるんで、いいんじゃないっていう雰囲気のままこうなし崩し的に言ってしまうのがいいんじゃないかなと。一応そこに関してはなんか東京都と国の基準みたいなものに関していろいろあるみたいなんで、それでいくと T シャツに関しても東京都 OK 出してる。スニーカーも OK だし、だから東京都だいぶ緩い感じで進めていってます。ショーツもそこに含まれていきますっていうのが小池都知事の考えてることでしょうと。もともと小池都知事ファッションに関してはいろいろ一過言ある方だと思うんでっていうので、そこを進めていってる感じかなというところで、その緩い感じでそういう風に進んでいくのはなんかいいなと思ってます。ただ僕の方でちょっといろいろお話をさせていただくとすると、まずそもそもファッションにおけるショーツっていうのはどういう存在なのかみたいなところの話から進めさせてもらえればいいなと思ってますと。大元でいくとそれこそ17世紀18世紀まで遡るとですね、いわゆるブルジョワジーの人たちっていうのは基本的に短いパンツ履いてましたよっていうのが、イラストで王子様っていうのを思い浮かべてもらいたいんですけど、何履いてます？カボチャパンツですよね。キュロッとキュッと履いてタイツがあってみたいな感じじゃないです。あれがもともとブルジョワジーの格好だったんですよ。だからそのちゃんとした社会的階層にある人たちっていうのは短パン履いてる時代だった。ただし常着問題でいくとみんなタイツ履いてましたよね。その頃はね、絹のタイツ履いてたりした。ニーブリーチーズっていう呼び方、キュロットみたいなやつをっていうのがもともとの紳士の姿ですと。履いてたのか。そう、ショーツ履いてたんですよ。でそれでなんでじゃあみんな長ズボンになったのっていうところなんですけど、長ズボンを履くようになったのはこれフランス革命期、有名な話でサンキュロットっていう運動があるんですね。これ何かサンっていうのは否定形なんで、キュロットを履かない連中みたいなのが出てくるんですよ。もともと長ズボンでワークウェアだった。今でいうジーパンみたいなもんですよ。だからジーパンって昔だから若者の反逆の印みたいな意味合いがあったわけじゃないですか。もともと炭鉱の労働者の人たちが履いてた。それと同じこと昔あったんですよ、フランス革命期に。で彼らは長ズボンを履いた、っていうので長ズボンになっていって、それをいろんな、社会階級上の人たちも取り入れていくようになっていくことによって長ズボンという文化に変わっていくんですね。でこの立役者の一人っていうのがイギリスでボー・フランメルって聞いたことないですか？ジョージ・ブライアン・ボー・フランメルって動画でも出てきましたからね、動画で一回。彼がもともと出自的にはなんかあまり上流階級じゃなかったらしいんですけど、今でいうパーティーピープルですよ。もう彼がイギリスの今の長ズボンを履いて黒い格好して、夜は黒い格好してとかっていうファッションの流れを作っていった人なんですね。でボー・フランメルってロンドン好きな人とか靴好きな人だったらジャーミンストリートって靴屋さんいっぱい並んでるロンドンの有名な通りがあって、あそこにボー・フランメルの銅像立ってるのをご存知の方も多いと思うんですけど、ちょうどこの間去年僕が行った時はだいぶかわいそうなことになってたんですけど、目にこんなことされてみたいな感じになっておりました。遊ばれまくってる感じでした。でじゃあショーツがどこでどうリゾートウェアも含めてなんですけど復活していったか、その西洋の洋服の流れでいった時に一つ大きな役割を果たすのが、今でもそう呼ばれますっていうところでバミューダ、ショーツバミューダっていうじゃないですか。これはね、第一次世界大戦の頃本当に20世紀初頭にバミューダ、ここイギリス軍が駐屯してたんで、イギリス軍があまりにも暑いっていうのでバミューダがで制服としてショーツを取り入れるようになったんですね。で今でもショーツのことをバミューダって呼びますよっていうのはそこから来てますっていう感じで、この同じバミューダでいくともうちょっと時代が後になって第二次世界大戦の頃になると銀行とかまで制服としてショーツにしていくみたいな流れになっていってですね、これを見てちょっとこういうものを取り入れていくみたいな流れがその後暑い地域において広がっていきますよっていうところで、同時にスポーツでは結構短いものを履いていくようになりましたっていうところでいくと、それこそゴルフだったりとか、ハンティングだったりとか乗馬する時ってニッカポッカ履いてましたね。もちろんソックス合わせてたんですけど、あともともとテニスも長ズボンでやってたんですよ、ウィンブルドンとか。それがなんかね1933年ぐらいなんですけど、1930年代初頭にウィンブルドンでショーツ履いた選手出てきて、そしたらやっぱり今と一緒、男が足を出すなんてとか子供っぽいみたいな批判があった。だけどそれからやっぱ1940年代までかかるらしいんですけど、になるともうそこから後のウィンブルドンで優勝する選手は全員ショーツになっていくっていう流れがあって、
ってまずスポーツの世界でショーツっていうのが認められるようになっていきましたっていう感じなんですね。で実際にじゃあそれがファッションとしてどう取り入れられるようになったかっていう一番大きなきっかけとしてはやっぱり1950年代 IB、日本でもその影響をバリバリ受けましたっていうところで IB リーグの学生のアメリカ東海岸の学生の子たちがバミューダって呼んでショーツを履いて、それがファッションとしてかっこいいなねみたいなところからバミューダショーツが広がっていくみたいな流れがヨーロッパにも伝わっていくみたいな感じになっていきましたっていうところなんですね。それでいくとね、バミューダって話出てきたじゃないですか。これバミューダじゃあ気温どれぐらいなのっていうのを調べてみたんですよ。最高気温30度。30度30度ですよ。30度ちょいぐらい。それで短パン履いてたんですよ。なんで日本が短パン履けないんだっていう話じゃないですか、それは。本当にそうかも。でしょ、日本も今東京の夏場なんか40度じゃないですか。そうですよね。これはね、みんなね怒らないでくれ、おじさん。我々に短パン怒るべきですよ、おじさん。権利を主張すべきですよ。我々弱者だっていう立場に立つと。そこでもうこれは解放運動していかないといけないというところでいくとですね、フランス革命の時には長ズボンを履く3キロとだったわけじゃないですか。我々3パンタロン、これ長ズボンね、パンタロンで3パンタロン運動やらないといけない。我々にショーツを履かせろというここで革命を起こさないといけないんですよ。なるほど。すね毛革命でもいいんでおじさんにすね毛をさらせさせろっていうですね。そのデモ参加したくねえな。そのデモダメ先頭切って、これはもう責任取って、この3550万人のおじさんの先頭を切ってエディさん言ってください。ショーツ履いてすね毛さらして暑いんだと我々職場でも T シャツ着させろと、もう短パンで暮らさせろと夏場っていうような風にしてっていいんじゃないかっていうのが現代でございますっていう感じですかね。おじさんショートパンツ論争をおじさんの3パンタロンスタイル革命に結びつけていきたいなというふうに思っております。すね毛革命に結びつけていきたいと思っております。いや勢いづいてきました勢いづいてきた、というところでこの辺でちょっとじゃあどうやって着ていくっていうところのコーディネート紹介とかしてみてもいいかなと。そうですね、それ聞きたいな。重要なところいくつか守った方がいいかなと思っているところがありますっていうところでいくと、大体ショーツっていうのは膝丈から膝上5センチっていうのがルールですっていうのが本来のショート、ちゃんとしたショートパンツのルールです。で膝下すねぐらいまであるの結構履いてる人多いじゃないですか。あれはやっぱねスケーターの子たちだったりとか若いストリート系の子に任せましょうっていうのと、もう一個モード系のブランドあれ大好き。なんでそれはファッショニスタの人に任せておけばいいです。おじさんが履くべきものではない、あれは、とてもスタイリッシュに見えるような感じではないんで、そこはやめておきましょう。もう一つぐらいいくとすると、ビジネスで履くときにはソックスぐらい合わせてあげる方がいいかもしれませんねっていう感じはしますと。でさすがにショーツに B さんだとビジネスシーンもう今はIT 系の企業とかそれでも OK っていうことが、うちの会社なんかファッション系だから全然 OK です。それでもなんですけど、そこは都庁でやっぱりさすがに短パンに B さんの職員さんがいるっていうのはまだそこまではいけないから、まずはショートパンツの権利を獲得しましょうっていうところなんで、ソックス合わせて、それはレザーのサンダルでもいいし、もしくはなんかちょっと革靴とかきれいめなスニーカーを合わせるぐらいの感じで言っとくのが今はいいんじゃないかなっていうふうに思いますっていう感じでございます。というところでコーディネートをお見せしていきたいと思います。まずコーディネート1案目に関して言うと、うちのこれヘンプのショーツ合わせたね、これ涼しいですよ。こういうのに白シャツなんかを合わせてあげるとクリーンな感じでオフィスでも大丈夫じゃないですかっていう感じで、それに白のソックスを合わせてあげて、例えばここローファーでもいいし、グルカサンダルとかシューズ系に近いようなサンダルを合わせてあげるでもいいしみたいなことをやっていくと、ちょっとオフィスでもいけないっていう感じになっていくかと思うんですね。なんでこの辺で、すね毛はさらしながらいきませんかっていうのがまず一つ目の感じですかね。で今回これ山田君が桂君まだおじさんというにはちょっと若いんで、確かになんで40代入ってる、おじさんというには山田君も若々しい感じなんですけど、山田君にモデルをやっていただいておりますっていう感じですね。同志ってことですね。同志、そうです。革命の同志で、本来は僕がやるべきかと思うんですけど、僕ちょっと問題があるんでその辺は後でお話しいたしますけど、問題じゃで2つ目、メンズのショーツっていうとグルカショーツっていうところもやっぱり外せないんで、これノマントっていうブランドのグルカなんですけれども、ブラウン系のグルカかっこよくないです？かっこいい。でこれもちゃんとタックインしてあげて、で前やった黒とブラウンの禁断のコーディネートっていったのをここでも再現するのも今洗練してみるんで、この時ポイントです。ショーツとねソックスの色を合わせてあげると可愛い。
ここだと黒とブラウンだけでコーディネートしてあげるっていう感じにして、ブラウンのソックスを合わせてあげてみたいな感じがおしゃれになるかなっていうふうに思います。こういうふうにしてあげるとちょっと洗練されたショートパンツスタイルになっていくねっていう感じで受け入れてもらえる風になっていくんじゃないかなと思いますと、やっぱ爽やかさみたいなところは取り入れていっとかないと、ね、こちらいくら革命の戦士とはいえ、ちょっと相手に対する配慮も忘れずにみたいなところやっておきましょう。もうちょっとスポーティーでもいいよっていう場合には名作としてパタゴニアメンズバギーズ、僕は5インチが好きなんで5インチ、これやっぱり膝上っていうところを考えると5インチにしてあげる方がいいですっていうところで、ちょっとカジュアルな感じなんで T シャツじゃないですけどニットみたいなものを合わせませんかっていうところでラミーのニットを合わせてあげて、その上にさらっとカーディガンをアンサンブルで羽織ってあげるみたいなところでいくと、スポーティーなところは外さないんですけれどもちょっと上品な感じに着こなせますよねっていうところで、この時にはだいぶスポーツになってくるんで、ビルケンとかその辺のサンダルとか、カジュアルが許されるところであれば合わせていくでもいいですし、こういうのにきれいめのスニーカー合わせてあげるとかっていうのもいいと思うんですよねっていう感じで3コーディネートぐらいどうです？絶妙にやっぱリゾートに見せないっていうのと、洗練された若干洗練っていうか、やっぱね、どうしてもこの間の論争の意見を聞いてると、おじさんショーツに対するところ汚らしいみたいな感じがやっぱあるんで、そこをどれだけ抜いていけるかはちょっとだけ配慮はしときましょうねっていう感じで、こういうコーディネートにしております。コーデが見れると、なんとなく自分に今できることがなんか見えてくる気がする。そうですね、なんかその辺を考えながらいろんなコーデ組んでみてもらうと、今までのビジネスカジュアルで使ってたアイテムとかっていうのはもちろん取り入れてもらってもいいと思いますし、で街に着る場合とかね、子供連れて近所行く場合とかっていうのも自由自在な格好でいいと思うんですけど、なんかね、そういう感じで、ただなんか今こう街でアウトドアっぽいファッションしすぎるのもちょっと違うかなっていう感じもするんで、そういった意味ではこの辺のコーディネートしてもらうのがいいんじゃないかなっていう感じがしますよね。なんかさっきちょっと気になったんですけど、なんか石川さんなんかその革命同士かと思いきや、ちょっと問題抱えてるみたいな実際石川さんって、ショート履く？普段家の中とかコンビニ行く時はパタゴニア中心にはめちゃめちゃ履いてますよ、バギーズは。あれ4本ぐらい持ってますもん僕。イエローとかまで持ってますからね。イエロー限定色みたいな、それこそもう下着履かずに履いちゃうぐらいの感じもう海パンだと思って履いてますっていうか、街で履ける海パンだと思った方がいいんで履いてますっていう感じなんですけど、基本的にね、僕はね、何年前かな、業界の大先輩、非常にこう有名なっていうか大先輩がいらして、その人が僕がショーツを履いて上げてた写真のインスタを見て連絡あって、石川さんお前ショーツ履くなって言われたんですよ禁止令がいきなり禁止令出たんですよ。もうこれ業界における禁止令と思った方がいいぐらいなんで、はいわかりましたってその時は言ったんですね。でもね YouTube 始めたじゃないですか、でね2年前ショーツ会、イーさんもここはっきりと覚えてらっしゃると思うんですけど、幻で終わってしまったショーツ会の撮影がそうなんですよありましたよね、やろうって言って公開するのが9月になっちゃうから、それじゃ遅いよって言ってやめになったショーツ会、あのために僕何しました？要はその先輩お前すね毛が気持ち悪いんだと、だからショーツ履くなって言われたんで、僕がショーツを履かないといけなくなるのであれば、まずやるべきは脱毛だ、というところでちょこちょこお話している脱毛につながっていくわけじゃないですか、まず最初足をやりましたっていうところなんで、脱毛をしたらこれどうなんだろうなっていう話にちょっとなっちゃいまして、ショーツ履くのも、というところの葛藤が現在続いているんで本当は革命の戦士として僕も一緒に戦っていきたいんですけど、戦えるかどうかが分からない状況に今なってしまっているというのが現状なんですね。なんで僕はちょっとどっちかというと影の方からちらっと見てる方がいいかなと思いながらも、実は本日はショーツを履いておりますっていう感じでございますね。じゃあちょっと立ち上がってお見せしますか？いいんですか？YouTube で初めてですよね、僕のショーツ姿を披露するの。はい、いきます。よいしょ。はい、何が問題かっていうと、すね毛はつるっとなくなっております。ただし色白すぎる。足白これはまずいでしょう。
おじさんのすね毛気持ち悪いけどおじさんの足白いの気持ち悪いって言われかねないんでちゃんとソックスも合わせて履いてるんですけれどもスタイリングめっちゃいい。足が白すぎ問題あるでしょ。足が白いなんか子供の足みたいになっちゃってね今最近ぽっちゃりしちゃったのもあっておまけにね僕ねエディ・スリーマン全盛期僕らもスキニーパンツ履きまくってましたっていうのでスキニーパンツデニム履いてたらここ色素沈着したっててデニムで擦れまくってずーっと毎日スキニー履いてたんでいろんなパンツのっていう感じになっておりますんでこんな感じだといや僕が先頭切ってこう革命の旗持って歩くわけにはいかないでしょこれすね毛なくて申し訳ないんですけどやっぱりエディさんに先頭を切ってもらって旗持って、ねサンパンタロンの旗を持ってこう行っていただきたいなというふうに思っておりますっていう感じですいや本当にありがとうございますというお恥ずかしいところをね、はい晒してしまったんですけれども味白すぎる俺ちょっと想像ついてなかったから今更でも日サロ通うのも嫌じゃないですか、そうですねシミ取りしてるくせに日サロ通ってるとか話と全く一緒になるじゃないですか。脱毛行ってるくせに、コロナの後遺症の抜け毛問題のために薬飲んでるってもうわけわかならないループにはまっててもうバンバンレーザーを打たれてるのにその陰でどんどん薬飲んでるからどんどん産毛が生えてくるっていうのが問題無限地獄に入っていったね早代くんが名付けてくれた何でしたっけ鬼滅の刃脱毛無限地獄編に入ってしまったね。今薬はやめてとにかくねそしたらやっぱ生えてこない。その分まだ髪の毛ボリュームどんどん減っていくのかなとちょっと心配なんですけどなんでそこの無限地獄はちょっと今断ち切ってるんでこの日サロしてシミ取りをするっていう無限地獄まで加えるのやめてもらっていいですか一人革命が起きまくってんのいやもう本当にねこれで結論出ましたからね。いやちょっと今分かんなくなっちゃった部活の足が白いから俺も立ち上がるまでは俺もう革命をもう成立したと思ってた。マジですか、今回の論争に終止符打ったと思ってた、なんか白いおじさんがもじもじしてたから僕何をさせていかないといけないんですかこの YouTube でこれで10万人いて YouTuber と名乗れたらいいんですけどねまあ見習いだから頑張らないといけないのかまだね。そうかまず僕はそっちを革命よりもそっち頑張るようにします。でも俺、魂は見た。魂見た本日のまとめおじさんにリバティをすね毛で革命を起こしましょうまとめ今までで一番いいもう革命ですからスローガンいるから、はい、サンパンタロンでいきましょう。本当おじさんって叩かれがちでね本当かわいそうな存在になっちゃってますよね。そうだそのおじさんつながりで言うと、前におじさんパーカー問題だったあったあれめっちゃ話題になりましたもんね。あれもあれってなんか石川さん解決したとか言って全然あれ解決してます僕の中ではあれ聞いた瞬間に解決ですよ。解決したの？何言ってんだこの人たちはっていうところで解決しておりますと。しております。もしこれねおじさんパーカー問題の解決興味ある方がもしいらっしゃればここで話すのもあれなんで、また話長くなっちゃうんでご興味ある方いらっしゃればいつでもそこお話しますよ。マジですか？もしコメントでおじさんパーカー問題の解決こちらの方が僕結論出てるおじさんパーカー問題じゃあもうご報告を聞くってこと？ご報告はもう皆様チャンネル登録高評価コメントそしてベルマーク&ハイプよろしくお願いいたします。今後もこういう問題に関してズバズバ切っていきたいと思っておりますのでぜひチャンネル登録今日はズバズバ切れたかは分かんないんですけど今後はズバッと切っていきますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。